さて皆さん、本日はエアサスついにつけていきます。タカちゃんよろしくお願いします。頑張ります。今フロントをバラしてもらってます。その間に僕は、もうシート下取りましたけど、後ろをやっていきます。頑張ってください。めんどくせえ、これ壊したくないんでやりません。壊れるんですよこれ。皆さん見てください。僕が電気2つ、たったこの電気2つを取るのを苦戦してる間に取れました。フロントがもう取ってるし、まだ1個だけです。早い。もうフロントの足を取ってます。早すぎる。でも若干、あ、いや、いけるな。ショックのこのケースがぴったり一緒。アッパーもすっぽ一緒。逃げも大丈夫そう。大丈夫そう、緊張が緩みました。ありがとうございます。つけるかつけれないか、ずっとドキドキして。つけれんじゃねとか言って買ったけど言った本人、一番ドキドキしてたから。アッパーが利用できるかどうか試してみましょう。はい。いけますね。いけます。いけちゃいますね。おお、すごい。ちなみにですよ、このピロはさすがに違うんですね。ここの当たる面積が若干狭くなるから、これもともとついてるやつ。これ車庫帳にこうやってついてるやつ。このピロ使うにはこのカラー。つくんだけど、この面積がそっか。小さくなるわけですよ。なるほど。そうすると一点に集中しちゃうってことか。ちょっと気になるかなぐらい。こここからここで同じものを作ってほしい。その皿からその先までね。そう。ここまで。同じものを作ってほしいです。ここがいらないです。こね。はい。了解です。はい。お願いします。お願いします。すぐるくん。お願いします。すぐる先生。リアの車庫帳が取れました。取れました。アッパーは大丈夫そうです。アッパー大丈夫そうですか。アッパー大丈夫そうです。 E38 のエアサスペンションキット、リアも入ると。すっぽ一緒ですね。こんくらい遊びありますね。バッチリ。バッチリですか。いきます。すごい。つけちゃいます。ここから考えていかなきゃいけないんだ。そう、一応で部屋の配管をどこ通すかケチャップから工具が入んないので、とりあえずリアもポン付けできます。リアもポン付けできる。ちょっとじゃあ一回仮で仮で行ってみます。全下げの状態を。再現。おお、これ全下げ。これで全下げだね。おお、フルストローク。結構キャンバーも入るね。入る。あれ当たってる。いや、すごい。紙一重でかわしてる。めっちゃかっこいいわ。マジわ、すっげえ。やば。本当だ、紙一重だこれ。ホイール傷つけちゃったかなぐらいのすげえ。ドキドキ感があったけど、これ3ミリ出せないじゃん。出せないね。1ミリだ。1ミリも無理だね。悪っ。いいね。これは悪いわ。いい雰囲気出てるね。ハイラインっぽいっすわ。いいね。これでいきましょう。ちょっとテンション上がってきた。やる気出てきたわ。全上げでこんな感じ。十分。これよりちょっと縮まるけど、車重分乗っかるから。十分でしょ。こんだけ隙間あったらどこでも行けるでしょ。今までの感覚からしたらね。そうだよ。砂利道でも走れるこれ。砂利道走っちゃうこれで。砂利道、いや走んない。次は配線回しということで、この配線は何の配線？この配線はこのリモコンの配線、運転席に持っていくんで前まで引っ張っていくと。引っ張っていきます。それが一番面倒くさいから先にやっちゃおうかなと思ってて、とりあえず今リアのシートの裏貫通してきました。このバッテリーのコードから出てる。なるほど。今リアにバッテリーあるから、配線前まで持っていくのはこのリモコンの線だけでいいから、それはめちゃくちゃ楽なんですね。コンプレッサーの電源とかバッテリーからそっか、ここからすぐ取れるから。すぐ取れるから。でアクセサリーもここら辺のモジュールのところからアクセサリー電源も取れると。電源も取れるから、そういう点ではめちゃくちゃ楽。エアの配管はどんな車もめんどくさいっちゃめんどくさい。どんどんとバラしていきます。とりあえずバラしてみます。ちょっと
配管をエアーの配管をどうやって通そうか、なるべく新しい穴を開けたくない派なので、もともとあるサービスホールを使いたいから、それを探すたびに割れそうで怖い。くるくる割れるものなんで大丈夫です。あ、ここの穴なんか使えそうだよこれ。あ、これだね、やっぱりレギュラーの方だね。このサービスホール使って右側は配管通せるかな、左側はサービスホールがいた。あ、穴だそれ。あ、いた。抜けたよ。光見えるね。見えるよ。ああ、ここね。からこれだ。うん、この辺から行きましょうか。これは何してるんですか？これですか。これタンクするのにブラケットを止めるのにボルトナットだとめんどくさいんで、ナッターを打ってキュッとやると中で潰れて虹穴ができます。これで穴ができると。こうなると入りますよっていう。釣りができるですね。エアタンクはトランクの上に吊りますすると。ユーザーさんなんか撮影する方らしいんで、あ、そうですはい、ね機。材とかなんか積むとか言ってたんで、そうですね。はい、積みますんで。これが怖いです。これがエアタイヤのこいつが怖い。めっちゃさっきから怖い。ケツ破れそう。労災出ないんで。あ、はい、気をつけます。これはエアの配管ではありません。コルゲートチューブ保護するために外側に巻くやつ。これはエアーの配管を保護する。そうそうそう。だからエアの配管いるんだけど、はい、エアの配管で寸法を取りたいけど、メーター数がキチキチだから、あ、キチキチ。ミスったらやばいから、ちょっとこれで穴配管の長さを測ろうかなと思って。室内通してもいいんだけど、今回は外で。ちょうどこっち側は助手席側は燃料配管が来てるから、燃料配管の横に沿わしていけば地面にすることはない。これはフロントっすね。大体の長さを取っていっちゃいます。はい。S スタイルモーターワークスのパーカーが映ってます。スタッフではありません。裏で支える裏ボスです。これでトランクまで来ましたね。お、本当だ、出てきてる。おお、すごい。これで大体の長さが取れたから、多分大体左右これ同じ感じの長さでいけるかな。ブレーキホースと一緒にしておけば、どっかに当たることはないでしょう。こういうのを信じてやまないはず。大事な配管なので、やりすぎなぐらいでちょうどいい。地面にすることがないように、フレームより上に行くように。ここはインナーカバーで隠れるんで大丈夫で、足回りの可動部避けて、あとマフラーとかも避けてっていう感じでトランクまで行きました。一発終わり。これで前から後ろまで来たわけですね。そう、フロントだけね。で、ちょっと長さが不安だったから切らないでこれ使ってます。両端ずつ。なるほどなるほど。ってなると、マネージメントをここら辺に置くとして、はい。あとリア左右これで。この残りのホースでリア左右？そう。マジ？めっちゃカツカツ。3級用じゃなくて7シリーズ用のエアサスペンションキットだからね。そうだよね。7シリーズの方が長いんだけど、そう。なんでカツカツなんだろうな、3級かな。5シリーズにつけてるのに。エアメクストさん、もうちょっと長めにホースは、ね、付属してくれた方が。最低でも2、3メーターは、欲しいかな。っていうことです。そういうことです。はい。では、続きをやっていきましょう。これ入りが悪いんだ。入りが悪い。ここ潰れてるじゃないですか。ネジ山これ潰れ、ダメじゃんこれ。嘘。これダメですよ。これだけ？こっちもなってるよ。これ潰れてる。これもでしょ。これも、エルボ全滅だね、これね。全滅ですね。これ、ネジ修正してもいいけど、エア配管だからね。エア漏れの原因になるから、あんまりやりたくないね。みたいな。なんかここ流用じゃないよ、僕たちこれ。ここ。ついてきたやつだからね。ついてきたやつ。流用じゃないのになんでこれポン付けできないんですか？おかしいな。他のところポン付けできて、なんでここはポン付け効かないんでしょうか。こんなに柔らかいんだけどね。なんかガッチャガチャだもんこれ。ホームセンターがね。体圧がね、あるかどうか。エアサスで 200psi とかだから、タイヤの空気圧とかそういうキロに直すと、11キロ弱ぐらいまでエアかかっちゃうから、ダメですね。お買い物です、ホームセンターへ。お買い物、はい。
さて買ってきましたよ。ちょっと足りないものがいくつかあったので、足りないものをまず買ってまいりました。エアフィルター、これコンプレッサーの空気を水とかオイルとかを分離するやつですね。そう分離してくれるやつです。これがなかったら図面にはあったのに、これ2つ図面にあるんだけどないんだよね。これ同じっていうか同じ役目を果たすものなんですけど、そうです。これが入ってこなかったと。はい。だからこれを使うと。それをつけるための具材、はい。はい、こんな感じです。めちゃくちゃ足りないフルセットのはずなのに足りないものがいっぱいありますよ。タンクに使わないってだけど、それを塞ぐプラグも入ってきてなかった。なるほど。はい、これですよ。これ高いよ。これこれが一番高かった。3000いくら3608円だから。めちゃくちゃ高いですよ。これをネジがぶっ潰れてるせいで、これをですよ、切り直さないといけないっていうことですよ。これちょっとどうなんですかこれ。まあ製品上よろしくないですね。なんか細々も買い物行ったりなんだかしたら結構時間かかりますね。そういうのがありますね。しょうがない。まあやっていきます。やっていきましょう。ただネジつけるだけじゃダメなんですね。そう、漏れちゃうんで。おお、すごい。ちゃんとつきました。荷物詰めますよ、ちゃんと。そうだね、うん機材詰めるわ。すごいわ。なんかそれっぽいですね。ね、いい感じ。ちょっとやる気出てきたね。上に吊ってあるっていうのがかっこいいね。なんか仕事のクオリティが半端ないっす。素晴らしいっす。例のネジ切りです。はい、一番高かったやつです。そうです。ガリガリ言ってる。うん、ゴリゴリ系だね、これは。うん。閉まるようにはなったね。これ3つもあるんだよ。勝て。さあ、さっきは入んなかったですからね。はい、緊張一瞬です。あ、入りますね。入ります。はい、入ります。さすが。でも L4 じゃないのも欲しいよね。L4 しか入っていけないんですよ、このあるやつが。これもまたしたらそれ巻いて。ちょっと無理系で巻いてます。あ、そうだね。これで縫ったらもう、はい、諦めます。今日のものにはなりません。入りました。入りました。もり巻いて。こういうのを後でカッターで切れば、余分なシールテープは取れてかっこよく切れる。それはまあオーナーさんの。やらない。これ今どういう状態ですか？フロント。これリアですね、リア。テープ貼ってる方がリアだと。超無駄のない長さが結構カツカツなんですね。超カツカツ。やばいな、これ届かないかな、ギリギリ。まずいっすね。これリア左右なんだけど。やばいね。カツカツだね。カツねえ、こっちはほらもうこうなの。カツカツだ。この分しか猶予なかったってことだよね。よかった、調子こいてなんか長抜きになってマジで。皆さん見てください。今回のパイプの余りはこれです。これしか余んなかった。すごいです、タカちゃん。すごい。10メーター入ってきてこれしか余らない。きっときつすぎるんでもう少しホース足してください。5メーターぐらいということです。あと5メーターあったら楽々なの。はい。これは今マネジメントにホースを接続しているところですね。各足にいってると。はい。この中に電磁弁が入ってて、はい、上げ下げの時に中の弁が開いて、空気を送ったり出したりをやってるところです。さてどうしましょう。これ全然見ても分かんないもんね。やっぱり分かんない。図面を見ろってことかな。すごいです。あらかた設置が終了して組み上がりました。やっとここまで来ました。すごいっす。まあ一応図面通りそのまんまでやってたんですけど、バッテリーからのプラスマイナスカバーが出てて、こっちがコンプレッサーに行く4本だけど、直接行ってるのは黒と赤1本ずつ。このもう1本ずつはリレーに行ってます。こいつで動かせるのは容量的にコンプレッサー一発だけ。ツインにしようと思ったら2機掛けするんだったら別にリレーを用意しないと、この中が飛んじゃう可能性があるんで、これが一応確か40アンペアって書いてあったんでね、
2期だと40アンペア超えちゃうので、2期目を動かすのにリレーを設置。これついてきたやつバイエアって書いてあるけど、バイエア。はいなるほど。ですね。これですね。バイエア。はい。でスイッチの電源を取るのに、こっちのコンプレッサー動いたらスイッチオンになるように、これでダブルでかけてます。これはスイッチ駆動用です。なるほこっちに入ってきて、こっちもプラスマイナス J2 バッテリーから、そっちのコンプレッサーがオンになるとこっちに電流が来て、はいスイッチパチンと入ってバッテリーからコンプレッサーに、はい2機目のコンプレッサーに行きますよ。ど。なるほど。こうやって見ると一番右側がリモコンのコネクタで、なんかしっかり刺さないと接触悪かった。この真ん中ちょっと見づらいけど、真ん中に刺さってるのがアクセサリー、黄色いのはアクセサリーにつないでください。でここから出てる黒赤はこのプレッシャースイッチ。タンクに決まった圧力が溜まったらこのスイッチがオフになって、それでコンプレッサーも止まるよっていうプレッシャースイッチがくせ者でした。あ、これ。はい、これです。これ175 5でオフになるよ。でオフになると。で145まで下がったらまたオンになりますっていうなんだけどやつなんだけど、この安全面 150psi で吹きますだからコンプレッサーが回り続けてたね永遠に止まらないんで最初全然止まんないなと思ったっけ、ブシュって出てきてめっちゃ焦ってなんだこれっつってなんだこれってなって結果こいつだったと。そう何回かやったら150でこの安全弁が吹くのが分かって、はい。ってことはこれプレッシャースイッチの設定値がおかしいと、はい組み合わせが。それで急ぎで買ってきました。これバイエアのやつですね。これは145でオフのにしました。もしこのプレッシャースイッチが壊れてコンプレッサーが回り続けてもこっちで吹いてくれるから、ここら辺の配管を守っていることですね。はい。なるほど。でこの一番こっち側はこのマネージメントとつながってます。まあ、したら基本的には図面通りで図面通りで OK でした。合ってました。ついてくるこの図面通りで組んでもらえればはい、間違いないと。間違いないです。で書いてはいないけど、そこの電源ボックスのランプとこのあ、そうですね。エアーメクストのロゴのピカピカは常にこうなってると。はい。バッテリーがなくなるまで光り続ける心配。ちょっと心配なバッテリーすぐ上がりそうだ。車を走らせてなんぼなんで乗れということですね。乗れといいんですね。一応エアメクストに確認したらそれで OK。それで OK っていうことだったんで、最初それが不安すぎて全然進まなかったですね。これ間違ってんじゃないかとつなぎ方がなったけど、まあ、大丈夫でした。そうですね。はい。で、この図面通り引っ張ってないところがはい。一箇所あって、このフューズ図面だと一発で40アンペアが入ってるんですよね。フューズ飛んだ時にどっちも動かなくなっちゃうので、はい。電源確保できなくて、フューズもう1個足してコンプレッサーごとにしてます。コンプレッサーが壊れた時のために。さあどっちかそしたらどっちかがでもみたいな。どっちかは動いてくれる。なるほど。まあ多分両方いっぺんに死ぬことは基本的にないから、中でピストンが固着しちゃったっていう時に両方とも動かなくなっちゃうから、はい。そうなると困るんで、ここだけ変えてます。はい。あとは図面通り。ドレンバルブは入ってきませんでした。そうだ。これも入ってこなかった。はい。まあいろいろなものがちょいちょい足りないものがいろいろあるけど、まああるけど、まあ、そこは今でもやり取り中ですからね。はい。送るよって言ってくれてるので、足りないものは言えば普通にすぐ送ってくれます。あとは動くかどうかですね。乗ってみてどうか。ですね。はい。まあそれはちょっとこれからじゃあやっていきましょうやっ。てみます。皆さん見てください。下がりました。めちゃくちゃ低いです。めっちゃかっこいい。かっこいいですよこれ。めちゃくちゃ低い。ちょっとこれじゃあ早速ちょっと動かしてみますか。これあれ？坂ちゃんの時と実は一緒でこんなに行ったのに。まあそうだね。何もせずにこの状態でかっこよく。途中でどんだけ進めてたらまあそこは27さんが27さんやってくれました。後ろをまずちょっとはい。上げてみます。はいいきますよ。はいどうぞ。おおお、結構早い。おいいじゃないですか。おおちゃんとコンプレッサー回ってますね。回ってますね。はい。あこれ全上げ。はい、これ上げです。じゃあこれでちょっと下げてみてもらっていいですか。下げますはい。おお、入りましたね。かっこいいじゃないですかやばいわ。じゃあ次ちょっとコンカブに。フロントをお願いします。はいどうぞ。おおお
お、いいじゃないですか。はいこれ全上げ。全上げ。まだ上がらない。あれ、こっち上がってないです。本当に？こっち上がってないです。あれ上がんないね。動かない。動かない。ちょっと待って、ほれ。え、左前。上げボタン。上げボタン、はい。下げ。あ、下げはなんかあ、カチカチ下げはカチカチ言ってんだよ。おい、やばい、これ。い長押し？や、違う。は、こっち側は？こっちがあ下がった。あ、聞いてるね。上がった。うん、こっちは。押してるよ。押してる、押してる、押してる。めっちゃ押してる。無です。下げは効きますね、多分ね、これね。あおい、あ、もしこれなんかあるんじゃない？れ2回押して1回押して3回とか。いや、絶対ない。左前、はい。下げ押します。はい。聞こえますかね？うん、カチカチ。このカチカチを。電磁面下げは反応してるうん。けど、上げはもう無反応。無音ですね。左前、右前、はい。上がってますね。はい、上がってます。はい、反応します。はい。で、後ろのモードにして、はい。左の上げボタンは反応してますね。い。はい。ボタンは効いてる。コントローラーのボタンは効いてるってことですね。これ絶対ゴミの侵入は多分ありえない。いや、そうですね。うん。タンクの中もエアブローするし、タンクに入る方も出口側もフィルターかましてるんで、はい。これはダメですね。これは走れませんね。走れません。下げだからね。着地したままもう動かせなくなっちゃっこれジャッキもかけれないんだよね。た。ジャッキもかけない。マネジメントをどうにかしないともうダメだ。どうしようもないよね。もうダメだ。まあ方法はあるけど、うん。やばいよね。やばいです。ということで続く。皆さん見てください、この工具箱。なんとフォルクスワーゲンとアウディの箱です。柳瀬がフォルクスワーゲンとアウディのディーラーをやってた時のその工具箱、レアもんです。すごい